皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。今日、雨だったんですよ。何の話かというと、今週は、あかねちゃんのコーナーがないってことです。その分私に頑張れと、そういうことのようです。というわけで、ラジコン飛行機を飛ばそう第8回、ラジコンシミュレーターは役に立つのか、をお送りします。つまり、雨なのでラジコンシミュレーターやってみたって話です。2年前くらいでしょうか。ラジコンヘリの背面がよくわからなくて、これを買って練習した記憶があります。ちなみに、これはAccuRCというシミュレーターですね。6000円で、ギリギリお釣りが来るくらいです。それでは早速飛ばしてみましょう。このシミュレーターはヘリが主体で、飛行機はおまけ程度です。だから、なのか、ちょっと妙な癖がありまして、どのように設定しても、地面に突っ込むトリム設定の状態になります。なので、操作画面で常に操縦桿を引っ張ってる状態になっていますが、仕方ありません。あと、機体が妙に重いとか、ほぼ失速しないとか、プロペラの抵抗ないとか、ハンドルクどこ行ったとか、妙なところは結構あります。そもそも私、ラジコンシミュレーター否定派なのですが、普段ゲームとかやらない人が、初めてラジコン飛行機を飛ばそうと考えた時に、これが有効であるかと聞かれれば、絶対にやれと答えますね。でも、そうですね。聞いた話なのですが、日本のメーカーのラジコン送信機って、パソコンにつないで使えないって聞いたことがあります。例えば、私が使用しているラジコン送信機は、このように、お尻に USB を挿してパソコンにつなぐと、そのまま、ゲームのコントローラーとして使えます。今はそうやって操作しています。つまり、このゲーム代金6000円以外はお金かからないってことですね。そもそもパソコン持ってない人はどうでしょう？ YouTube をご覧の皆様は大半パソコンをお持ちだと思いますので、あまり関係ないと思うのですが、パソコン買ってまでこれで練習した方がいいかは微妙なラインですね。さて、余計な話をしている間に、だいぶ慣れてきました。中央の下に表示されているのが、送信機の操作の様子です。もちろんモード2で表示されています。さて、なぜ、ラジコン飛行機の旋回が難しいのか、操作を見るとわかりますね。すべての操作を、ほぼ絶え間なく行っています。これ、無風の設定なので、スラストあまり触っていませんが、実際には、常に動かすことになります。これを、エルロンで傾けてアップ引くと旋回という操作にすると、操作する事柄が常に1種類だけに絞れるので、いろいろとサボれて簡単ということですね。永久に上手くなれなくなるので、絶対にやめましょう。この練習の目的は、すべての操作を同時に行えるようになることであり、その組み合わせで、ラジコン飛行機がどのように動くかを覚えることです。さて、着陸もしてみましょうか。着陸の講座も近いうちに行いますが、コツはプロペラを止めないことです。着地して安定するまでは回し続けましょう。プロペラ止めて滑空、地面直前でアップ引くというサボりスタイルの誘惑に負けないことが重要です。さて、あとは、シミュレーターの話をしましょう。今私が遊んでいたのは、AccuRC2 というゲームです。この画面は、パソコンゲーム販売のプラットフォーム、Steam というものの中にある、AccuRC2 の販売ページです。現在のお値段は、5939円ですね。さて、日本でラジコンシミュレーターといえば、リアルフライトという製品だと思います。もちろん、リアルフライトも Steam で販売していて、お値段は 15,999 円ですね。リアルフライトというシミュレーターですが、双葉という会社の製品だと思っている人が多いです。が、実は、ホライゾンホビーという会社の製品です。ホライゾンホビーはアメリカの巨大ラジコンメーカーで、もちろんラジコン送信機も販売しています。それが、世界一有名で圧倒的なシェアを誇る。そう、スペクトラムです。
YouTube でも半数以上のチャンネルがスペクトラム使っています。かなりハキハキしていて、歌うように喋る送信機なので、映っていなくてもスペクトラムだとわかります。ぜひ、皆さんも、どこのチャンネルが、どのメーカーの送信機を使用していて、どんな声で喋るのか、意識してみてください。YouTube のラジコンチャンネルの新たな楽しみ方が増えることでしょう。それでは、今日はここまでです。高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、ゆずきゆかりがお送りしました。